皆さん、森のニーナです。今日の動画は3000円以下でリピし続けてる歴愛スキンケアアイテム厳選5つ紹介していきます。アラフォーになるとプチプラじゃ物足りなくなるっていう声をたまにいただくんですけど、今日紹介するアイテムは安いから買っているんじゃなくて、いいからリピしちゃうっていうものを紹介します。それでは始めていきます。スタート。はい、今日厳選したアイテムは近くの薬局とかで手に入りやすいアイテム多めなので、わかるわかる、やっぱりそれいいよねって感想とかあったら共有し合えたらと思います。プチプラリピ買いスキンケアはこちらです。じゃじゃん、ミシャビタ C プラス泡マスク洗顔です。こちらはビタミン C が入っている洗顔泡マスク 2way で使えるジェル洗顔料になります。これは去年4月から発売していて、そこから3回ぐらいリピートしているんですけど、なんで私がこれを気に入ってるかって、くすみが抜けて透明感が出る感じがもうめちゃくちゃすごい感動して、そっからこれ1460円で安いんですけど、値段じゃなくて本当に洗い上がりの見た目と乾燥肌の私にもしっとり仕上がるっていうところが気に入ってリピートしてます。テクスチャーは結構ワンプッシュ多めに出ます。まるで固まりかけの蜂蜜のようなジェルです。塗っていくと肌の上でじわじわ発泡してクリーミーな泡に変化するんですよ。これ何にもしてなくてもだんだん泡になってくるんですよ。聞こえます？泡の音。本当に発泡って感じで、香りはほんのり柑橘系、癒されるスッキリ感があります。乾いた顔に使うんですよ。でこれの特徴は、塗り広げる時にこすったりするのではなく、最初はただのせるだけで、のせて勝手に泡立たせるんですよ。これが肌を包み込んでくれるから、こすらなくても汚れを浮かせられるんですよ。はい、洗い上がりはこんな感じ。ピッカピカじゃない？すごいね、ツルツルなの。なんかね、中にちょっとつぶつぶが入ってて、ばらつきだったり毛穴のくすみみたいなのもすごい綺麗になります。成分はビタミン C 誘導体で、透明感、くすみケア、グルコマンナンっていうのが入ってて、これ天然スクラブなんだね。これが余分な角質を優しくオフしてくれるみたいです。でも本当になんだろう、ザクザクしたスクラブじゃなく、なんかちょっとプニプニした感じなので、そんな刺激とかはないです。グレープフルーツとオレンジの皮の油が入ってるらしくて、これが香りの成分。あとセラミド NP が入ってるから、洗顔後の乾燥を防いでくれたり、しっとり感をキープしてくれます。しばらく使い続けて思った感想は、洗顔料なんだけど使い続けることによってくすみにくいお肌を作る手助けの一つとしてすごい貢献されてる感じがあります。これ一つでっていうよりも、日常のスキンケアをする前の土台を整えてくれるっていう感じはすごいある。突っ張らずしっとりした洗い上がりになるんですけど、正直そこは使い方次第で、めちゃくちゃ肌が乾燥してる時は私はこれを濡らして使います。だから普通の洗顔料として泡立てた状態で使います。もうそれだけでも全然十分効果はそこまで落ちないので、そういう感じで私は使ってます。こんな人におすすめ。くすみが気になる方、引っ張らないビタミン C と毛穴角質ケアができる洗顔をお探しの方にとってもおすすめな洗顔料でした。続いてのアイテムはこちらです。ドクター G のレッドブレミッシュクリアスージングクリームです。赤み、肌荒れだったり、その刺激を受けた肌をケアしてくれる敏感肌向けの水分クリームなんですけど、オリーブヤングで6年も連続で受賞した韓国現地で人気な水分クリームで、その敏感な時期、敏感な人でも使いやすい、いわば誰でも使えるクリームです。季節の変わり目に肌が荒れちゃうんですね。めっちゃくすむとか、キメが荒くなるとか、皮むけしたりとか、何やってもダメだけど、これはそういうのを取っ払って調子がいい時にお肌が戻ってくれるみたいな、そんな感覚があるので、4年前から初めてこれを使って何個リピしたか数えれない、今日のアイテムの中で一番私のリピート率の高いアイテムです。テクスチャーはこんな感じで、もう目視でもわかるくらいザ水分クリームですよね。ジェルにしてはぽっくりだし、クリームにしては軽やかだしっていう質感で、ふわふわなの。スルーっ
と馴染むんですよ。これが本当に心地よいし、肌がひどく荒れちゃってる時、日焼けしちゃってる時とかでもすごく優しくお肌に摩擦レスに馴染んでくれるっていうのがこのクリームの強みです。ドクター G のクリーム何種類かあるんだけど、伸ばし心地の優しさレベルで言ったらこれが一番。見るとこんな感じです。このピカピカ具合やばいですよね。香りもゼロなので、どんな心のコンディションの時でも使いやすい。使用感は肌にのせた瞬間に冷たい。馴染んだ後はこんな感じです。伝わるかな、このご褒美感。これ塗っただけなのに肌が喜んでる感じ。クーリングケアによる肌の落ち着きなのかもしれない。エステ行って帰ってきた時の夜のケアはもう絶対このドクター G の水分クリームを使ってるんですけど、ピリつきはゼロだし、水分の潤いで肌が癒される感じ。保湿力なんですけど、最初塗りたての時はこっくりする感じ。馴染んでくるとそのジェル特有の軽やかな仕上がりだけど、ちゃんと内側にはしっかり潤いが閉じ込められているかのようなもっちり感、ふわっと感、柔らかさっていうのは感じられます。夜寝る時に塗っておけば朝までしっかり潤ってる。でメイク前に使っても乾燥しにくいので、乾燥によってメイク崩れしちゃう私にはすごいメイクのりも良くて崩れにくくなってすごい良かったです。成分で言うとツボクサエキス、肌の鎮静とか赤みケア、ベータグルカンっていうのが保湿とバリア機能をサポート、パンテノールが入ってるので肌荒れ防止と潤いもプラスさせてくれる成分、ヒアルロン酸ナトリウムが水分を抱え込んで保湿してくれるっていう成分になります。敏感肌、赤みが出ちゃう方、ベタつくクリームが苦手だけどもちもち感、しっとり感、防御力兼ね備えていたいという方にとってもおすすめなクリームでした。すごいよね、パッケージもずっと変わんない。変えなくても売れるからなのかな。はい、こちらはビタミンがいろんな種類が入っていて、ハリとツヤを与えてくれるエイジングケアに特化したシリーズのトナーです。バイユアってシートマスクが結構有名でバズってますよね。だから個人的にはこの化粧水が結構おすすめで、ちょっと今日は肌あんまり負担かけたくないから美容液はお休みでっていう時にビタミンを少量与えたいっていう時に、私はすごいこれがちょうどいいんですよね。スキンケア選びとか新しい情報を入れる時に結構 LDK とかの評価見てるんですけど、これ A 反応だったんですよ。これまだ2本目なんですけど、テクスチャーはこんな感じで、液体自体はサラサラなんだけど塗ると少しとろみがあるって感じかな。質感的には軽め、肌にスッと馴染んで軽い仕上がり、ベタつかない。香りは韓国コスメっぽい、韓国の化粧水めちゃくちゃこの香り入浴剤みたいな香りなの。ほんのり甘い香り、私は結構好きですね。しばらく使ってみて私はピリついたことはなかったです。口コミ結構読み漁ってたんですけど、やっぱりビタミン A とか、ビタミン類いろいろ数種類入ってるので時期によってはピリつくっていう声も結構多かったです。塗った後しっとりはするんですけど、結構軽めな保湿感です。触るともちっとする。化粧水にしてはしっとりめな仕上がりです。だけどベタつかないので季節問わずに使いやすいです。塗り終わった後は水分が行き渡ってる感じがして透明感があるように見えます。しばらく使ってみた感想なんですけど、ちゃんと水分がチャージされているような透明感だったり、使い続けていくことによって肌がピンと張る感じ、それが毛穴の目立ちにくさとかにつながっていた感じがしました。この化粧水は毛穴管理だったりエイジングケアしたい方向けのシリーズなので、そういうのが気になる方や水分の潤いは欲しいんだけどベタつきが苦手っていう方、ハリツヤ透明感が欲しくて日常的にケアしたいっていう方にぴったりな化粧水です。続いてこちらです。こちらはイリユンセラミドアトローション、9点だと1485円なんですけど Amazon だと3800円ぐらいします。これはね、韓国の国民的ボディローションとも言われていて、日本でいう多分ニベアみたいな感じかな。ドラッグストアだったりとか
か各家庭にいつも置いてあるみたいなアイテムなんですけど、高保湿で低刺激でセラミド、水分を保持してくれるようなアイテムです。韓国版ハットコスメみたいなファヘっていうサイトで見つけて試してみたんですけど、冬はね本当に欠かせない。自分のパートナーにも乾燥で体がかゆいとかそういうこと言われると、これがいいよっていつも私が勧めるボディアイテムです。かゆみ予防にもなるんですけど、かゆくなってからでもちょっと落ち着く感じがあるので、まだ使ったことなかったら一回使ってみてほしい。テクスチャーはこんな感じで、塗る前はクリームなんだけど、伸ばすと乳液みたいなみずみずしいスルスル伸びるテクスチャーで、しっかりと水分がしっかり行き渡るような質感なんですけど、表面はベタつかない、肌に密着する感じ、皮膜感とかなく馴染みきって水分っぽい感じ、シートマスクした後みたいな感じの仕上がりです。匂いはないです。もともと敏感肌というか低刺激処方なので、傷っぽくなっちゃってるところに使ってもつくとかもなく、むしろちょっと落ち着いてくれる感じ、しっとりはするんですけど、割とすぐに馴染んでくれて、表面はサラッとしていてベタつかない、時間が経ってもしっかり潤いは残るのが嬉しいポイントです。もっちりするんですよね。もっちりした柔らかい肌になっていくんです。すぐに服を着れるか着れないか問題、私的には結構すぐに馴染みきって服は着れるなって思います。何より一番助かってたのは、痒くなってから塗ると落ち着くっていうところ。本当にお守り的ボディケアアイテムでした。成分で言うとセラミドコンプレックス、水分保持だったりバリア機能をサポートしてくれるパンテノールが入ってるから、もしかしたら痒みを落ち着かせてる一因なのかもしれない。ツボ草が敏感の肌を落ち着かせる。シアバターも入ってるので、これがしっとり感を持続させて乾燥を防いでくれます。こんな方におすすめ。乾燥すると肌が痒くなる方、ベタつくボディクリームが苦手だけど満足度のあるしっとり感が欲しいという方、家族みんなで使えるっていうところもすごいいいなって思います。続いてカルテ HD バランスケアエマルジョンです。医薬部外品。こちらは1890円だったかな。私はいつも近くの薬局で買うんですけど、すぐ買える場所にあるのに、その中でもお手頃でアイテムとしてもめっちゃいい。こちらは乾燥するのにテカルっていう、いわば混合肌の方やインナードライの方にすごく私はおすすめしたい乳液です。カルテ HD の普通の乳液は知っていたんですけど、このバランスを見かけた時に、乾燥するのにテカルってまさに私やんと思って即買いしました。実際に使ってみたら、肌の水分と油分のバランスが整うんだよね。調子が悪い時期とか、なんかパッとしないなっていう時に使うと、気づいたらもう整ってるってみたいな、調子の良い肌に戻してくれるみたいな感覚があって、めちゃくちゃ助かってた乳液です。テクスチャーはこんな感じで、もう軽めのミルクタイプでスッと伸びてすぐに馴染んでくれます。匂いはねないです。香り物が苦手な人も安心で、使用感は一切ピリついたことがない、今まで使った中で。で、乾燥とかテカリゾーンどちらにも対応してくれるバランスの良さが本当にいい。保湿力も軽いのにしっかり潤う。伸びがめっちゃいい。ぽっくり感っていうよりもどっちかっていうとほんと水分の方が多い緩めの乳液です。こんなに軽いんだけどちゃんと潤うし、蓋もしてくれる感覚がちゃんとあるので、しばらく使ってみた効果としては、もともと混合肌が調子良くなってくるので、混合肌っぽさがちょっと緩和される感じが私はあったなっていうのを今ちょっと思い出しました。成分でいうとヘパリン類似物質っていうのがあって、これが肌の水分保持やバリア機能をサポートしてくれます。ブリチルリチン酸 2K っていうのが肌荒れ予防と炎症を抑えるような成分で、セラミド類似成分、これも角質の水分を保ってくれる、乾燥を防いでくれる成分で、スクワランも入ってるので、これもね潤いを閉じ込めてしっとり感というのをキープさせてくれる。こんな人におすすめ。乾燥するのになんか T ゾーンはテカるとか、乳液でちゃんと水分も補いたいんだけど油分っぽさもあって潤いをしっかりと閉じ込めたいっていう方にとってもおすすめなアイテムでした。はい、いかがだったでしょうか。今日は3000円以下で私が溺愛するプチプラリピ買いスキンケアアイテムたちでした。ずっと財布がそこにあったの、本当に
ごめんなさい、気が散りましたよね。今日の動画のアイテムたちは結構主に鎮静系が多かったかも。肌の不調ってさ、鎮静が必要だったりするって思った。ここ1年では季節の変わり目、鎮静系のアイテムとか使うと、その肌がシンプルに調子がいい、キメが整ったり、くすみがなくなったり、とにかく見た目がいい感じになるっていうことが分かったので、鎮静アイテムばっかり使ってたかもしれない。その中でも私が大厳選して5つに絞ったアイテムたちなので、美容感度が高くハードルが上がっちゃってる方たちにも胸を張っておすすめできるアイテムたちだったのですが、気になったものはありましたか？動画のフィードバックがてらコメントいただけたら嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。